皆様こんにちは、セリナです。先日、ディオールのカウンターに行った際に、発売日に即完売した人気の限定色1947のミス・ディオールのパレットの在庫が入荷していて、BA さんにお伺いしたところ、最近少しずつ再入荷しているとのことでした。そこで今回は2022年動画内でご紹介したディオールのサークプルルクチュールの限定色の中で、まだ公式オンラインブティックでカートに入る限定色をご紹介していきたいと思います。限定色を狙っていたけど買いそびれてしまったという方に参考になれば嬉しいです。それぞれの詳細はメインチャンネルで動画をアップしておりますので、ぜひこちらも合わせてチェックしてみてください。それでは早速始めていきます。はい、アイシャドウのご紹介に移る前に、アイシャドウ以外の部分のメイクを完成させていきたいと思います。今回はベースメイクからチーク、リップまでディオールの製品を使っていきます。まずは下地です。ディオールスキンフォーエバースキンベールを使っていきます。今年はファンデーション比較などでこの下地動画内でもたくさん使用しました。保湿力もありますが、崩れにも強いタイプで、ベーシックで使いやすい下地だと思います。続いてファンデーションはこちら、ディオールスキンフォーエバーグローです。カラーは標準色の 2N を使用しています。この前メインチャンネルで2022年にご紹介した新作ファンデーションのまとめ動画をアップした際に久しぶりに使用して、やっぱりこのカバー力とツヤの感じが綺麗だなぁと思って今回こちらを使用しました。この程よいツヤ感が綺麗ですよね。続いてこちら、カプチュールトータルトリプルコレクティングパウダーコンパクトを上から重ねていきます。カラーはイエロー寄りの021番を使用しています。ファンデーションだけでもかなりハイカバーですが、さらに上からこちらのパウダーファンデーションをブラシに取って軽く上から重ねていきます。さらにカバー力が増して、ふんわりとして滑らかなツヤがある肌に仕上げてくれます。カプチュールのパウダーファンデーションはハイカバーなのにしっとりとした保湿感もあり、磨くとこんな感じでツヤも出るところがお気に入りです。さらにこんな感じの小さめのブラシに持ち替えて、気になるところにタップするようにつけていくと、しっかり赤みもカバーしてくれるので、少し肌荒れが気になるなという時は、パウダーファンデーションをフェイスパウダー代わりに使うのもおすすめです。続いてチークです。ホリデーで発売されたディオールスキンルージュブラシの556番を塗っていきます。最近お気に入りなのが、まずこの556番をベースとしてふんわりと広範囲に塗っておいて、さらに上から同じくホリデー限定の826番を重ねていきます。ホリデー限定ブラシが意外と両方とも明るめで発色もナチュラルだったので、組み合わせるとちょうどこんな感じで、826番の深みのあるベリー系のカラーと556番の明るいコーラルが綺麗なグラデーションになってとても可愛いです。両方ともお持ちの方はぜひお試ししてみてください。続いてこちら、ディオールスキンフォーエバークッションパウダーのミレフィオリ限定色です。こちらのパウダーはこんな感じで大粒のラメがかなりキラキラっと輝くタイプなので、顔全体につけてしまうとラメが目立ちすぎてしまうので、ブラシに取ったものをこめかみやチークの上に重ねて少しラメ感を足すと、こんな感じでチークも綺麗にぼけてくれてツヤも出てくれます。本当に少量を部分使いするのがおすすめです。9月頃に発売した限定ですが、まだ公式のオンラインブティックでも購入できました。はい、眉とマスカラ、アイラインはいつものアイテムで仕上げています。最後、リップです。こちら、アディクトリップスティックの限定色1947のミス・ディオールのカラーです。このカラーも9月に発売された限定品ですが、公式オンラインショップでもまだカートに入りました。はい、こんな感じでアイシャドウ以外のメイク完成しました。
ベースメイクはアイシャドウのカラーが綺麗に見えるようにしっかりとカバーしつつ、マットに寄らないようにつるんとした自然なツヤを出せるようなアイテムで組み合わせてみました。ではアイシャドウのご紹介に移っていきます。現時点で今年動画内でご紹介させていただいた限定色の中で、まだ公式のオンラインブティックでカートに入ったのは、6月3日発売のディオールショー2022コレクションの519ヌードダンテルのカラーと729ローザムタビリスのカラー、9月16日発売ミスディオールミレフィオリコレクションで発売された1947ミスディオールのカラー、そして最新の限定色11月3日発売のホリデーコレクション2022より359のコスミックアイズと589のギャラクティック、以上の5色です。今回はこの5色のアイシャドウをそれぞれルックを作りながら特徴などをご紹介していきたいと思います。まずはこちら519のヌードダンテルです。こちらのカラーは2022年上半期のマイベストコスメにも選んだくらい個人的にもお気に入りのカラーで、ディオールショーのコレクションで発売されたアイシャドウは全てベルベットマットの質感がとても上品で綺麗でした。カラーはこんな感じでオレンジブラウン系のカラーで構成されていて、ベーシックにも使いやすくおしゃれ感もあるような配色です。ふんわりと軽くて柔らかいマット質感の粉質が特徴です。では全色を使ったメイクパターンをご紹介していきます。まず中央のカラーを指に取ってアイホール全体にのせていきます。この中央のカラーは一見ホワイト系でカラーがつかないように見えますが、ほんのりピンクオレンジのようなカラーがついていて、濃くなりすぎない感じですが可愛いですよね。続いて左下のカラーをディオールのバックステージアイシャドウブラシ L に取って上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置までのせていきます。しっかりとまぶたの上にカラーがつくタイプなので、太めのブラシで軽く撫でるようにのせていきます。こちらも程よい赤みを感じるオレンジがトレンド感があって可愛いですよね。続いて右下をディオールのバックステージアイシャドウブラシ S に取って上まぶたの目尻3分の1に締め色としてのせていきます。このブラウンが結構深みがあるタイプで、しっかりと目元を引き締めてくれます。続いて左上のカラーを指に取って上まぶたの黒目の中心にトントンとのせていきます。ふんわりとしたマット系でグラデーションを作っていたので、少しこのパールのツヤが加わると上品だけどアクセントになって可愛いですよね。ベースに赤みの強いオレンジカラーをしっかりと発色させているので、このオレンジがゴールドっぽいニュアンスに見えて大人っぽさを引き立ててくれます。最後に右上のカラーをブラシに取って下まぶた全体に入れていきます。上まぶたはカラーをしっかり使ったので、下まぶたは肌なじみのいいツヤとパールの光沢感でバランスをとっていきます。はい、519のヌードダンテル全色を使ってメイクするとこんな感じです。ベーシックなカラーをメインに使ったメイク方法をご紹介することが多かったので、今回はオレンジ系のカラーをメインにしっかりと発色させてみました。少し赤みのあるオレンジのカラーがトレンド感も出しつつ、柔らかいベルベットマットの質感に程よいパールのツヤめきが加わるところが大人っぽくてとても可愛いですよね。オレンジ系のメイクに挑戦したいけど子供っぽくなるのは嫌という方にとてもおすすめのカラーです。続いて729のローザムタビリスです。コーラル系やローズ系、レッド系などの様々なピンクが楽しめるパレットです。実際に肌の上にのせてみると意外とコーラルのニュアンスが強いカラーが多いので、見た目よりもすごく使いやすいピンクパレットです。ではまず中央のカラーを指に取ってアイホール全体に
ベースとしてのせていきます。このカラーは先ほどのヌードダンテルとは違ってかなり肌なじみが良く、うっすらとピンクのカラーがつく程度のベースカラーです。続いて右下のカラーを指に取って上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置までのせていきます。指でのせても意外とこんな感じで、とても伸びのいいマット質感なので濃くなりすぎずに使いやすいです。続いて左下のカラーをブラシに取って上まぶたの目の際から少し太めのライン状になるように重ねていきます。このカラーが一番濃いピンクですが、そこまで濃くなりすぎなくて、ピンク系を使うと腫れぼったく見えてしまうという方にも使いやすいピンクアイシャドウです。続いて右上のカラーを指に取って黒目の中心にトントンとのせていきます。このカラーは結構白っぽい感じでシルバーの微細ラメが乗るので、ベースに塗るというよりも上から重ねた方がより可愛く使いやすいカラーです。最後に左上のカラーをブラシに取って下まぶた全体に入れていきます。はい、729のローザウタビリス全色使ってメイクするとこんな感じです。ピンク系でまとまっているパレットですが、ニュアンス違いのピンクを組み合わせることで絶妙な立体感も出すことができます。このホワイトのラメがアクセントになっていて可愛いですよね。それぞれ引きで見るとこんな感じです。こちらのコレクションは全5色展開で、残りの3色もまたカートに入りました。ディオールは限定色も在庫が潤沢なところが嬉しいですよね。続いてはこちら、ホリデーコレクションの359コスミックアイズです。コスミックアイズは何といってもこのサテン質感がサンクルルクチュールの中でも珍しくて、この繊細なツヤがとても綺麗なアイシャドウです。まず中央のカラーを指に取ってアイホール全体にのせていきます。肌なじみのいいシャンパンゴールドのカラーに微細なサテン質感のツヤが綺麗で、ベースにも使いやすいカラーです。続いて左下のカラーを指に取ってアイホール全体にのせていきます。このガンメタルのようなカラーが個人的にもお気に入りで、すごく可愛いですよね。このカラーもツヤが綺麗なので暗くなりすぎずに使えます。続いて右下のカラーをブラシに取って目尻3分の1に締め色として塗っていきます。このブラックもブラシで軽く撫でるように塗っていけば全然濃くならなくて、ブラウンの締め色の代わりのような感じで使えるので、ブラウンよりももう少しクールに仕上げたいという時にブラックで締めるのも素敵です。今グレーとブラックで締めていますが、意外と暗くなりすぎないですよね。続いて右上のカラーを指に取って上まぶたの黒目の中心にトントンとのせていきます。このゴールドのカラーで全体に明るさを出していきます。左上のカラーをブラシに取って下まぶた全体にのせていきます。はい、359のコスミックアイズ全色を使ってメイクするとこんな感じです。パレットの配色を見ると全体的に濃いカラーで使いにくそうと感じる方も多い配色ですが、サテン質感なのでカラーがべったりとついてしまうことがなく、いつものサンクルルクチュールよりもかなり使いやすい質感です。個人的にも今年発売されたサンクルルクチュールの限定色の中でもお気に入りのカラーです。続いて同じくホリデーコレクションのこちら589のギャラクティックです。ギャラクティックも一見難しそうな配色に見えますが、くすみ感のある大人っぽいラベンダーカラーや明るめのピンク、そしてトレンドの深い赤みのカラーなどがセットされていて、
ちらもベタっとつきすぎる質感ではないので、とても使いやすいです。まず中央のカラーを指に取って、アイホール全体に塗っていきます。このカラーもホワイトがべったりとつくというよりも透け感があるので、ベースとして使っても白っぽくなりすぎずに使えます。微細なラメが綺麗ですよね。続いて左下のカラーをブラシに取って、上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置までしっかりと発色させていきます。このカラーはこのパレットの中でも発色がしっかりめな方です。でもこんな感じで軽くて伸びのいい粉質なので、グラデーションもとても作りやすいです。続いて右下のカラーをブラシに取って、上まぶたの目尻3分の1に締め色としてのせていきます。まぶたの上にのせるとあまり目立たないですが、先ほどご紹介したコスミックアイズはブラックの上にゴールドのラメが散りばめられていて、今塗っているギャラクティックはブラックの上にシルバーのラメが散りばめられています。パレット上で見るとこのラメが散りばめられている感じがとても可愛いです。続いて右上のカラーを指に取って、上まぶたの黒目の中心にトントンとのせていきます。このカラーはくすんだラベンダーのようなとても絶妙カラーで可愛いです。くすみ感もありつつ少し透明感も出してくれるような不思議なカラーです。最後に左上のカラーをブラシに取って下まぶた全体に入れていきます。はい、589のギャラクティック全色を使ってメイクするとこんな感じです。やはりこちらもカラーがべったりとつく感じではないので、全色を使ってメイクしても綺麗にまとまってくれます。このくすみラベンダーのカラーが全体をクールな印象にまとめてくれます。はい、それぞれ引きで見るとこんな感じです。そして最後ご紹介するのがこちら。1947のミス・ディオールです。ミス・ディオールは発売前からかなり話題になっていたパレットだったので、公式の写真などで事前にチェックをしていた方も多いと思いますが、写真で見るよりも全体的に深みのあるカラーで、コーラル系のピンクというよりも青みの強い深みのパープル寄りのピンクなども入っているパレットでした。まず左下のカラーを指に取って、アイホール全体にのせていきます。このカラーはパレットで見るよりも意外とくすみ感は抑えめで、明るめのピンクカラーなので、ベースとしても使いやすいです。程よいツヤが綺麗ですよね。続いて中央のカラーを指に取って、目を開けた時にカラーが見える位置までしっかりと塗っていきます。このカラーは実際にまぶたの上にのせてみると、ぶどう色のような発色でとても可愛いです。ピンク系ですが、大人っぽい雰囲気が出せるカラーですよね。続いて右下のカラーをブラシに取って、目尻3分の1に締め色として塗っていきます。このカラーが青みが強いパープル系なので、甘くなりすぎずにクールさと上品さも足してくれるところがいいですよね。続いて右上のカラーを指に取って、黒目の中心にのせていきます。透け感があって、ラメのきらめきが楽しめるようなカラーです。上からまぶすと一気に華やかになりますね。続いて左上のカラーをブラシに取って、下まぶた全体に入れた後、最後に中央のカラーを取って薄く重ねていきます。はい、1947ミス・ディオールはこんな感じです。729のローザ・ムタビリスト同様、ピンク系でまとまっているパレットですが、こちらのミス・ディオールの方が深みがあって、パープルのニュアンスも感じるようなピンクなので、
さらに大人っぽく上品なイメージが楽しめます。発売日に即完売してしまう人気色というのも納得ですよね。引きで見るとこんな感じです。はい、ではこんな感じで2022年動画内でご紹介したまだ買えるディオールのサークルクチュール限定色をご紹介していきました。やはりどれも人気の限定色というだけあって、カラーだけでなく粉質や質感などの違いもあるところがすごいですよね。気になっていたけど購入しそびれてしまったという方や、お気に入りだからもう一つストックで持っておきたいという方は、ぜひお早めにチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。